今回はトコトコくんの誕生月ということで、2024年9月にオープンしたての会送り田に行ってきました。目次はこんな感じ。私たちは2月と4月のお互いの誕生日に各地の会巡りをしていて、今回の初動画をきっかけに行った中での勝手ランキングをつけることにしました。最後にご紹介するのでお楽しみに。私たちが会を回るようになったのは、この郵便帳を会演習での温泉いろはでもらってから。ただのスタンプラリーなんだけど、ちょっと集めたくなっちゃう。右側のスタンプページは、会のスタッフさんが上手に押してくれて、左側には日記風に訪問日とか簡単なメモを書くスペースがあります。会の売店で購入できますし、温泉いろはに参加するとタダでもらいました。会奥左へのアクセスですが、あえて広範囲地図を載せました。この各都市からの微妙な距離感伝わるかしら。公共交通機関だと、松本から飛騨高山からバスは1時間超え、あとは新宿バスタから直接行くバスもあるようですが、時間がかかるのは覚悟が必要です。私たちは岐阜でバンジーしたので、自家用車で行きましたが、高速は渋滞だし、移動は辛かった。温泉の帰りに渋滞はまるとなんだか台無し。お部屋の紹介です。白い部屋付き露天風呂がある特別室は、新築の西館の4階に2部屋だけです。それでは動画をどうぞ。一番この部屋で気に入ったのは、ベッドの上の木枠の綺麗なカーブ。あと部屋付き温泉についたデイベッドで、温泉入った後に自然乾燥で温泉成分を染み込ませられるのがとても良いです。旅館自体はリノベした建物と新築の建物が分かれていて、いちいち外に出て移動するのがちと面倒。私たちが行った日も夕方ににわか雨が。大浴場はちょっといまいちな感じ。お食事紹介。まずは夕食から。私たちが泊まった4月には特別食の設定はありませんでした。献立表の写真を撮り忘れたので、写真と解説でご勘弁。まず、お席では写真の台座がドーン。山彦人形という開運人形だそう。各地域の会で力を入れているローカル先付けのすったてと牛しぐれは力作、野菜のすり流しでとっても美味。次はドーンと船盛りたで出てくる発想にお作り。お椀の真女も良いお出汁で優しい感じ。
ハッサルの左上にあるトマトの冷製がすごく美味しかった。味物は季節柄鮎の素揚げでした。メインの左上の味噌すき焼き。面白いのはとろろがついてきて、生卵の代わりにお肉に絡めて食べる。割り下で伸ばしたとろろをそばご飯に最後かけて食べてとのことでした。デザートです。上に焼いたマシュマロ、網の下にごまアイスと竹炭クランブル。右上に見えるのが塩味のあるみたらしあんで、マシュマロとアイスの味変ができます。とこどこくんのお誕生日プレートもありがとう。写真撮り忘れたんですけど、オリジナルドリンクで山椒レモネードをとことこくんが頼んで、これが絶品。グラスの縁に山椒がついたレモネードで、ぜひ試してみて。続いて朝食です。普通ではありますが、私たちはガチャガチャのビュッフェよりこういう感じが落ち着いてて好きです。品数も多いし、地元のものもいっぱい。自家製豆腐と昆布梅が入れに。最後に、まみちゃんの勝手ランキングです。狩りはまだ4カ所だけなんだけど、奥飛騨は残念ながら4位。アクセスがやっぱりちょっと不便。第2に、客室のしつらいはとても素敵。お風呂とデイベッドも良い。ただ、隣の古びた旅館が部屋から丸見えでちょっとこれは萎える。4番目に、食事は満足。特別食のあるタイミングだともっと良いかも。最後に、大浴場はやっぱりいまいち。こちら、勝手ランキングなので多いですよ。スタッフは皆感じの良い安定の星でクオリティですよ。またね。